トラークをご覧の皆様、おはようございます。私たちはただいま茨城県に来ておりましてですね、今回ご紹介するトラキャンは歌舞伎突破&解決クラブということで紹介していきたいと思います。名前だけ聞いてたら何ぞやと思うんですけれどもですね、そちらも詳しく紹介させていただきたいと思います。特徴はどうなってますか？まずですね、こちら、ワーケーションスタイル茨城さん、寿司スタイルでね、有名なビルダーさんの製品でございます。で、寿司スタイルとはまた全く違ったコンセプトの商品で、一人特化のものだそうです。ソロスペシャルということで、豪華なキャンピングカーとか設備がいろいろついてるとかじゃなくて、もう一人寝れたらいいよねとか、あと一人休憩できたらいいよねみたいな。なるほど。今ね、現場仕事もね、休憩するスペース必須になってるじゃないですか。一人親方さんとか、なんか休憩スペースを提供しないといけない方とかね、欲しい人ももちろんそうやし、あとは緊急時の一人用シェルターとなどね、一人仕様に特化したということです。それでは早速紹介していきたいと思います。ではまず歌舞伎トッパーの方からご紹介してまいります。の方からということは2つあるということですね。アンドですから。そっか、なるほど、わかりました。で、歌舞伎トッパーっていうのはこれ外側にかかってるホロのものです。で、こちらは安田製作所さんのラクホロマックスをベースとしたワーケーションスタイル茨城さんの専用モデルだそうです。ベース車がこちらはスズキのキャリーでございます。対応しているのがハイゼットの500系、今現行のモデルやね、と1個前の200系の後期が対応しているそうです。で、あとキャリーは63と16に対応しているそうで、現行のモデルとこの方ですね。で、アクティも対応はしてるんですが、別途プラスでオプションとして1万円かかるそうです。なので今のところハイゼットジャンボとかスーパーキャリーには対応してないそうです。構造的にはですね、もうホロなんで分かりやすくホロです。で、エステルハンプというもので一番いいモデル、分厚くていいタイプのホロを使用されているそうです。で、こちらね、このカラーなんやけど、カラーが40種類から選べるそうで、こんな感じでね、カラーがあって、標準仕様はこの P のプレミアムの一番いいやつ、で、これが40色あります。白っぽいの、グレージュから黄色、黒とかグレーから青系もいっぱいあるし、緑系も赤系もいっぱいあるし、こういうカフェオレとかベージュとかアースカラーっぽいのもあります。あとね、こういう遮熱のタイプのカラーもあるそうです。だから4種類がね、配送とかで使われてるホロ、標準の40色で遮熱のものでプレミアムの40色があって、標準仕様はプレミアムの40色でございます。で、この安いモデルからも選べますよとのことです。そうなるとちょっとだけ金額が下がるという感じですね。そうやね、このプレミアム以外を選ぶとちょっと下がるかなということです。で、こちら運転席側に窓2つついてます。これがワーケーションスタイル茨城さんの専用モデルの仕様でございます。で、標準では2つなんやけど、1つに変更することもできるし、なしに変更することもできるそうです。で、このホロね、これゴムで引っかかってるだけなんで外せます。で、ここのチャック開けると、ここにね、プレートが入ってて、このように巻いていけます。一人でも巻けるんやね。一人でも簡単にこう綺麗に巻ける。結構こうやらなあかんイメージやんか。真ん中こうしておけば、今初めてやったけど普通に綺麗に巻ける。で、ここをカチッと留めると。お手軽ですね。一人でもこんだけ綺麗に巻けるから、慣れたらもうちょっと綺麗にできると思う。で、こうやって開けられます。結構このトラキャンで出てくるフォローって横開けれないパターン多いと思うんやけど、これはこうね、横開けれる仕様になってます。そうね、なんか後ろからしか入れないことが多いもんね。やっぱ後ろ出入りのイメージが大きいと思うんやけど、ちょっと珍しい形やね。で、このね、ちょっと見えてるフレーム、こちら鉄製です。こちらのワーケーションスタイル茨城さんの出資スタイルと一緒で鉄にこだわっているということで、人生がある、この粘り気があるっていうのがポキッと折れずにトラキャンに向いてるんじゃないかということでこだわってらっしゃるそうです。こちらが助手席側です。これもう運転席側と全く一緒ですね。窓があってゴムで止まってて巻き上げられるというものでございます。こっちももちろん窓ありなし1つ2つ選べます。こちら後ろ側です。後ろはこのね、ラクホロのロゴ入ってるね。可愛いですね。で、大きな窓1つでございます。で、ここも同じようにこう巻き上げることができます。こういう感じですね。
通常のフォロってこの横両サイドと後ろだけだと思うんですが、こちらオプションで前側にもこのねシートをつけることができます。なるほど。ちょっとねこっからじゃ見えにくいんやけど、この前のシートの真ん中あたりにも窓がついてて、運転してる時にその窓から後ろの窓を通して後方を確認することもできるし、見づらいね左後ろとかも左側の窓を通して確認することが目視でできます。なるほど。視認性が良くなるね。では固定方法ですね。固定方法はまず煽りを開けます。でそうするとここのね煽りが外れないようにする部品がここについてるんよね。でそれを外して専用のステーが固定されています。でそこにこの鉄のフレームが刺さって乗っかってるっていうイメージやね。だから車検の時とかはこのね超ネジを外したらここの境目からスポッて抜けるんで、上に外して下ろすっていう感じでございます。下ろすというか、外すって感じだね。だからこのステーはもうこのまんま車の一部ということで、こっから上が荷物、トラキャンのシェルっていうイメージです。後ろはさっきみたいにね左右2箇所ね、前側はこの鳥居にねこう引っかかる感じでこういう感じで固定されています。なんでもう前後にも動かへんし上下も動かないようになっております。で脱着はですね、さっきの超ネジ外してもうカパってほんまに外すだけです。コロなんでねこのフレームと合わせてもそんなに重くないから、まあ大人1人でも全然外せるんじゃないかなと思います。2人いれば、より安全に簡単に外せるかなっていうぐらいやね。そうだね。でですよ、このホロが歌舞伎突破でして、もうずっとね中に見えてるこの箱、これが解決クラブでございます。なんか某満喫の匂いを感じますね。気にしない。でもそういうイメージやね、ほんまに。一人で快適に過ごせるっていう。ではこちらの解決クラブ、構造はですね、フレームは鉄一緒やね、人生があるということで、外壁はアルミの複合板でございます。でこの外壁はね、基本はこの複合板の白で、オプションでこういう風にね屋外用のシート、カッティングシートとかダイノックシートとかを貼ることができます。そうするとこれは水色やけど黒でも赤でも木目調でもいろいろあるから、それだけでねだいぶこの雰囲気変わってくると思います。このねホロの色と組み合わせるとすごいいろんな雰囲気出せるんじゃないかなと思います。オリジナルの色がねできるかなと思いますね。楽しいね今回のね。確かに。なんか外ベージュっぽくして、中緑っぽくして、ちょっとアース感出すもよし、アーミーっぽくするのもありやしね。そういいし、グレーと中木目でちょっとおしゃれ感出してみるもいいと思うし、組み合わせ次第で無限大ですね。そうやと思う。でこちらなんといっても特徴は、断熱材がシリカエアロゲルというものを使用されておりまして、聞いたことありますよ。断熱材っていうと発泡スチロールみたいな形のやつとかね、綿みたいな形のやつをイメージされる方多いと思うんやけど、これは紙みたいなやつで、よりね軽くて薄いのに断熱効果が得られるというものだそうです。こちらね、実験されたそうで、このフライパンにね氷を置いて、もうご覧の通り全然違うよっていうのが分かると思います。すごすぎませんか。フライパンの熱やからな。こちら運転席側が入り口となっております。こういう風にね鍵ついててシンプルな仕様やね。でここねちょっとまだデモカーということで試作中なんやけど、この開ける時のねおしゃれな取っ手がつく予定だそうです。なるほど。でこれ引き戸でございます。こんな感じね。で開けれます。場所取らへんくていいよね。そうね。引き戸ね。確かに。スムーズに動くし。こちら助手席側です。こっちはこのねキャンピングカー用のスライド窓ついてます。これアクリルですね。こちら後ろ側でございます。もうねこの日本で休憩するには欠かせない冷暖房ね、言いますよね。で外部電源こうやね、もう電気取れば暑い日も寒い日も快適に過ごせると。これないと休憩ならへんからね。そうですね。暑いのをな、回避したいのにエアコンついてなかったら意味ないやんっていうね。車中泊はもちろんそうなんやけど、休憩しようと思ったらやっぱ暑い日は涼しいところに行って、寒い日は暖かいところに行かんと休憩できへんやん。そうね。結局また震えながらとかシーってなってたらね回復もせえへんから、これついております。こ
固定方法はですね、今まだないんやけど、ここの上にアイボルトがつく予定だそうで、まあそれでラッシングで止めるというなるほどね。形です。上からぐっとこう重さをかけるって感じですね。もう歌舞伎突破あればね、隠れて見えへんし。まあそうね、一番いい固定方法かなと思いますね。楽にね、できるやつですね。脱着方法はよいしょです。よいしょですね。人力です。軽いから。まあ大人2人やったらね、普通に下ろせるかなと思います。一人でちょっとねきつい。一人はちょっと工夫してなんか同じ台高さの台にコロコロとか押すとかやったらできるかもしれんけど、一人でよいしょはちょっとまあまだ怪力な人。まあ大きいからさ、重さ自体はいけると思うけど、こう持てるものじゃないやんかっていう意味でちょっと難しいかなと思うけど、重さ的にはいけると思う。そうね。では中を見ていただきましょう。はい、ということで、中の方を紹介していきたいと思いますが、今回は一人で使うということが第一条件でございまして、そこがコンセプトですね。なのでこのね46歳男性一人がちょっと紹介していきたいなと思います。まあね、現場とか行かれる方とかもね、同世代の方とかは多いんじゃないかな。ここで休憩するっていうこともあると思うんで、まあ、僕がやった方がリアルに分かりやすいかなというところでございます。まあ中はね、さっきちょっと見てもらったんですけど、シンプルはシンプルなんですけれども、まあちょっと見ていただきましょうか。基本的にはこういう感じだね。で中は180センチ取れるとおっしゃってました。だからまあ大体の方はね寝れるんじゃないかなぐらいのサイズ感ね。そうですね。日本人男性の平均よりはまあ長いから、多くの方がね、ここで十分収まるんじゃないかなと思います。でこのマットとね背もたれは設置してる付属じゃなくてね、置いてるだけなんやけど、こういう風にねくつろぐんがいいんじゃないかなっていうイメージやね。めちゃくちゃ快適よ。やっぱりこの秘密基地感がいいね。いいと思います。僕は結構好き、この狭さが。でね、この後ろにはこういうもたれても大丈夫なように補強がしっかり入ってるから、安心感もあるね。さっき言ってたね、このエアロゲル、この壁紙の裏側にいるんやけど、もうほんまに厚みなくて、これほんまに入ってんのみたいな、そう見た目ほぼ紙なんよね感じなんですよ。だから従来のね断熱材とかだったら、例えば薄くてもさ15ミリとか20ミリぐらいの厚さは必要やったんやけど、これやったらほんまにその紙ぐらいのね、厚さやから限りなく薄くね作れるからね、こういうちっちゃいやつでも有効にこう広さを確保できるっていうのはあるんじゃないかなと。限りなくね、広く室内を有効活用できるね。そうね。でやっぱりこのコンセプト的にもあるように、現場仕事の休憩とか、まあそういうところで使う部分で、まあもちろん休憩もできるし、こういうのがね、ちょっとテーブル代わりなものがあれば、これをこう使ってですね、パソコンで作業したりとか、まあそういう風にも使えるよということでございます。いいね、そこスマホ置いたりして。そう、めっちゃここにね、挟んで見ながら、ここパソコンもできるし、みたいな。ご飯もこれで食べたりもできるしね、お昼ご飯もね、ここテーブルになって。まあそんな感じで使うこともできますよということでございまして、広さ的にはこのね、一人分のマット置いてもこっちまだ余裕あるから、サイドテーブルみたいなね、そうね、折りたたみのちっちゃいやつとか置くこともできるね。で奥見ていただくと、もちろんねその夏対策、こちらエアコンございます。もうこのねウィンドウエアコン、この広さ冷やすの多分そうね1分やったら寒いぐらいだと思いますんで、一瞬やと思う、一瞬で冷えると思うんで、寒なったら切ってもいいしね、そんな感じで使えると思います。まあ基本ね電気は多分ポータブル電源をね、用意することがまあ多いかなと思うんで、ちょっと大きめの2000ぐらいやったらここにもボンとこう置けるぐらいの余裕はあるんで、あるね。それ使って、まあ、12時間は全然使えるしね、それでも休憩には十分ぐらいよ。なのでそんな感じで使うのもいいんじゃないかなと思います。でやっぱね換気には必要なやっぱ窓、こちらもね窓がついて網戸も、ありますんで、空気取り入れ込みたいなとか時はこういう風に使って、でちょっとお休みしたいなって時はここにカーテンまで設置されております。遮光をすることもできます。でやっぱね下に物を置くだけやったら、ちょっと嫌やなみたいな、他にもちょっと収納欲しいなっていうのもあるじゃないですか。そうね、ちょっと狭くなってくるからね、床に物を置くとやっぱりねこう必要なものはこう引っ掛けたりするところって重要じゃないですか。狭いところでは鉄則です。そうなのでこちらご覧の通り
有効ボードがついておりましてですね、ここにねフックつけたりとか引っ掛けるものを作ったりとかすることもできますんで、ホームセンターでねそれ用のパーツいろいろいっぱい売ってるから、はい、見に行くだけでも楽しいと思う。そうね、今回の場合はここにねダクトレールこうねついてるね、ついてつけて照明とかコンセントをね、使えるようにされておりますね。はい、有効ボードはこの助手席側と奥やね、エアコンと横の2箇所についてます。これ便利ですよ、こういうのはね。でダクトレールはこれね照明兼スピーカーやね、音も鳴るやつついてます。まあ今ねいろんなパーツがあるからダクトレールも、自分の好みに合ったものをね、扇風機つけたりとか、確かにフックつけたりして、まあそこに直接かけるも全然ありかな。はい。で実際ちょっと寝てみましょうか。ね、コロンとしてみますね。それなんか変形するらしい。これね、こっちにこうするとですね、こう傾斜があってですね、このこうね、まあこれはね別に自分が好きなものを用意すればいいだけだけど、まあここにあるものをね、ちょっと使わせていただいてますが、まあこんな感じで。こうするとこう枕になっちゃうよと、これいいなと思ったらこれ買ったらいいな。そうそうそう、こんな感じです。全然頭余裕や。余裕ですよ。身長は173センチの僕がこうやって寝ると分かりやすくこれ一回どかしてたね、今下足つけました、でこんなんです。こんな感じだね。まあちょっと余裕あるかなって感じだね。ああそうね、まあちょうどほんまに180ぐらいかなっていう感じがしますね。一回ちょっと締めた圧迫感気になるかもしれへんから、ちょっと取ってみようかな。はい、じゃあ締めてみますね。はい、締めます。はい、こんな感じでございます。今照明がね、ここにちょっとついてて明るい感じですよね。カーテンしんひんかったら、まあこれぐらいの明るさです。全然まあ僕の中は圧迫感はそんななくて。で今ちょっとねこちらデモカーなんで出る時にこの扉のねここ何もちょっと見にくいかもしれないけど何もついてないんですけど、これはまたね製品の時はしっかり、対処されるそうです。でこちらが内鍵ですね。これめっちゃしっかりした鍵。これで鍵をかけれるようになってて、で窓こんな感じですね。寝る時とかやったら一回ここ閉めてみようかな。こんな感じで、うわめちゃめちゃ秘密基地みたいな感じでめっちゃいいっすね。僕はこういう空間が大好きなんで全然これで一人でもいいかなと思います。ほんまになんか庭とかある方はこういうところでね秘密基地じゃないけど自分の庭に置いてね離れとして使うこともできるんじゃないかなと思います。もうねエアコンもついてるし、電気もねコンセントも使えるから、車中泊するのにも休憩にも防災にももう十分よね。でね実はこれ1個じゃなくて2個上に重ねることもできるっていう。おっしゃってましたね。なんで積めるって言ってたよ。このボックスをこう上にもう一個ね積むこともできるみたいなんで、まあ、使い方結構無限大かなと思います。本当にちょっとした簡易シェルター、自分の部屋みたいなね、あとまあちょっとした車中泊、あと休憩場所、まあ、そんな感じに使えるこういい空間なんじゃないかなと思います。寝るとか休憩するには十分すぎる、十分ですね。個人的には好きな空間がね、こういう秘密基地感があるっていう、この小ささがいいなっていうのはそうやね、カプセルホテルとかイメージしてもらったら分かりやすいかな。分かりやすいな。そうね、ちょっと広くて快適な自分専用のカプセルホテルみたいな、解決クラブの名の通りな感じじゃないかなと思います。こちらのね歌舞伎トッパーと解決クラブ、別々のもので一緒に購入することもできますし、どちらか単体でもいいとのことです。例えばホロの見た目めっちゃ好きやけど結露の問題があったりとか、やっぱりちょっとねソフトやと不安やなっていう、ハードボディがいいなっていう方はこのね両方あるとそれが解決できると。まさしく解決クラブですね。そういうことです。あとはこれは部屋としてで見てもらったら分かるんやけど、ちょっとね荷台よりかは小さいよね。でここに結構スペースがあるから、一人親方の方とかはこっちにね工具だとか外で使うものを置いて、中は自分でゆっくりする室内空間として使用するとかっていうこともできるし、まあアウトドアされる方やったら釣りの道具だとかサーフボードなんかをこのね外側に置いてっていうこともできるし、あとはラクホロマックスのオプションは基本的につけることができるそうで、この上にキャリアがつけられたりとかオーニングつけられたりだとか、そういうこともできます。このね上の隙間もねちょっと空いてて、ここにもねキャリアつけたりすることできるそうです。なるほど、基本的にはホロみたいな使い方しつつ、自分は解決クラブの中で過ごすみたいな使い方ができるというものです。今までねありそうでなかったタイプよね。そうね、
結構ねホロに断熱材入れてとかってされる方とかもいらっしゃると思うんやけど、どうしてもやっぱりホロやからこのねホロの内側は結露してビシャビシャになっちゃったりとか、雨漏りかってぐらいねしちゃったりすると思うんやけど、これやとそういう悩みは起きない。そうね。多少結露したとしても外やから、はい、そんなに気にならないよねっていうところやね。そうね。雨もこれねちょっと後ろが下がってて後ろにね流れるようになってて、ここはチャックあるから大丈夫で、ここだけねちょっと隙間は空いてるんやけど、止まってればこの中に雨が流れてくることはないそうです。なるほど。で走ってたり大雨やと多少ねこの荷台の方には雨水いっちゃうんやけど、もちろん軽太郎の荷台って雨たまるような仕様じゃないやんか。そうね。だからちゃんと流れていくんでたまる心配とかはないですね。はい、歌舞伎トッパーの中は半外みたいな。そうですね、汚れ物とかを置いてもいい外部収納みたいなイメージやね。でこっちが解決クラブの中が室内空間っていう感じですね。はい、ということで、ご紹介させていただきましたワーケーションスタイル茨城さんの歌舞伎トッパー&解決クラブということで、いかがだったでしょうか。詳細の方を少しねお話しさせていただきたいと思います。まずは重量でございます。重量どれぐらいでしょうか。重量はですね、この歌舞伎トッパーの方は17キロ、はい、で解決クラブの方はエアコンありの状態で65キロで、エアコンをなしにすることもできます。でそうなると40キロだそうです。合わせても60キロとかから、ほんまに大人1人分ぐらいっていうイメージかな。僕より軽いです。はい、間違いない、いっぱいつけても僕より軽いそうっすね。はい、続きまして価格でございます。価格はどれぐらいでしょうか。歌舞伎トッパーの方はですね、この一番いいホロを使ってて、前のシートなしの状態やね。で窓は2つついてるその状態で36万円なんですが、はい、しばらくは33万円だそうです。でこのねホロちょっと安いものに変えたりとかしたらちょっと安くなるし、前のねホロつけたらもうちょっと高くなるし、っていう感じでございます。はい、こちらの解決クラブ76万円だそうです。でエアコンなしにすればもっと安くなって66万円だそうです。はい、エアコンなしやったらこの歌舞伎トッパーとセットやったら100万円いかんということ。そう99万円からっていう感じだね。なるほど。もっと抑えようと思ったら抑えることもできる。そうですね、ちょっとはね、はい、エアコンなしにして、ホロとか安いのにしてとかレスのオプションもできるから、そういうので工夫してもうほんまに抑えたいっていう方は抑えることもできるし、はい、エアコンつけてホロはもともといいやつやから、前にねちょっとホロつけるなりとかしてもいっぱいモリモリしてもそんなには高くならへんかな。100万円ちょいっていうイメージですかね。はい、でちなみにこの歌舞伎トッパー、このホロの方ね、これは基本的に郵送だそうで、この価格に送料も入っております。あ、なるほど。なんで自宅で受け取ってご自身で組み立ててもらうっていう感じだね。はい、そんなに難しくない。誰でもできる。いやそうやろねそれはそう思う。多分100均の道具とかあれば十分いけるかなっていう感じで、それでもちょっと不安やなとか、ちょっと面倒くせえなって方は取り付け費用はかかりますが、お車ね持ち込んでいただくと取り付けていただくこともできるそうです。はい、続きましてお車の手配でございますね。手配はどうなってますでしょうか。はい、持ち込みも OK ですし、新車中古車ともに探していただくこともできるそうです。はい、続きまして支払い方法でございます。支払い方法はどうなってますでしょうか。基本的には現金一括だそうです。はい、で一応ペイパルでの対応もできるということなので、はい、どうしてもね、分割で払いたいとかって方はペイパル内で分割にする。そういうことです。なるほど。あ、それ便利ですね。めっちゃいい。最後でございます納期でございますね。はい、納期は今どれぐらいでしょうかね。こちらの歌舞伎トッパー、このフォローの方やね、こちらは1ヶ月ぐらいだそうです。はい、でこっちの解決クラブの方は、第1弾目が夏ぐらい納品になるかなとのことでした。なるほど。でそこからは、バックオーダーの数によって納期増えていったりするかなということです。なるほど。歌舞伎トッパーだけ解決クラブだけ、両方この3パターンが選べるって感じですね。もちろんです。自分たちのね使い方に合わせたスタイルで検討してみてはいかがでしょうかということでございます。これで2つ買っといて、普段は歌舞伎トッパーだけでお仕事してちょっと車中泊する時とか寝て帰りたいなって時だけ解決クラブ積むっていうこともできるからね。確かに。いやそんなに本当にねこの解決クラブさんそんな大きくないからね、庭とかねある方は全然置いとっても多分邪魔にはならへんのちゃうんかなと思いますんでね、そういう使い方もいいんじゃないかなと思います。工夫次第でね、いろいろできるんじゃないかな、面白い新しいタイプですね。はい、ということで今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。ちょっとね今までご紹介させていただいたトラキャンとはちょっとね違うタイプのねトラキャンでちょっと面白いなと
思いました。皆さんいかがだったでしょうか。こちら気になる方、ご質問等ある方は概要欄にお問い合わせ先貼っておきますので、そちらからお願いします。よろしくお願いしますということで、今回はこの辺でまた次回お会いしましょう。さよなら。